どうもつばすです。今回はガジェット通信さんご協力のもとにですね、東京ゲームショウ2022にお邪魔させていただくことになりました。私今回初めての東京ゲームショウなんですけど、お目当ての展示はもちろんこちら、ロックマンエグゼアドバンスドコレクションの私有です。ということで、受付を済ませていざカプコンブースへ行きたいなと思います。はい、こちらがロックマンエグゼアドバンスドコレクションのブースです。見てください。もうこの令和のこの時代にこんな巨大なエグゼのディスプレイですよ。もうでこのディスプレイ下のモニターにはですね、アニメエグゼ1期の1話がなんかリピートされていまして、時折アドバンスドコレクションの PV も CM も流れるみたいな、そんな感じでございました。もうこのスピーカーからアニメエグゼオープニングテーマの風を突き抜けてが聞こえてくるんですよ。思わず目頭が熱くなるんですよもうここにいるだけで泣けるぜみたいな、そんな感じでございます。でこの私有台の右側にはフォトスポットがありまして、この私有が終わった後にここのフォトスポットで写真が撮れます。でこの撮った写真を SNS でツイート投稿すれば、エグゼアドバンスドコレクションの2023年カレンダーがもらえるということで、もちろん私も投稿いたしました。でカレンダーをもらいました。めっちゃいい、めっちゃいいです。ということで、ではお待ちかねの私有レポートに行きましょう。ではまず実際の私有の様子を見ていただく前にですね、一つ皆さんにお見せしたい映像がございます。エグゼアドコレにはですね、合計10タイトルものゲームが収録されておりまして、その遊ぶタイトルを決める、いわゆるタイトルセレクト画面の映像なんですけど、それがもうめっちゃくちゃ良かったんですよ。それがですね、こちらです。やあ、僕はロックマン。今日から僕が君のナビだよ。これからよろしくね。どうですか、めちゃくちゃ良くないですかこれ。みんなのそのスイッチ、プレス4などのゲーム機にロックマンがナビとして登場するんですよこれ。そしておそらくこの画面で放置したり L ボタンを押せば、どのシリーズから始める？ロックマンが何かしらのアクションを起こしてくれると。で右下になんかサイレントモードって書いてあるんで、おそらくロックマンを静かにさせることもできるんだなと、サイレントモードなんで思います。ちなみにこの画面なんですけど、今回私有の対象外でスタッフの方になんかエグゼ1遊びますとか遊ぶタイトルを伝えて選んでもらうという形式だったんで、ちょっと予想になってしまうんですけれども、そんな感じです。では私有レポートに移ります。まず1作目のロックマンエグゼ1から、私有いたしました。ちなみにこれは PS4 版ですね。まずこの背景の壁紙機能がめちゃくちゃいいですよねこれ。他のロックマンシリーズのゼロコレとかロックコレクションタイトルでも実装されてるやつですよねこれね。で操作し始めて少し違和感を感じたんですけど、そのデフォルトのボタン設定、プレステ4版だと×ボタンが決定で丸ボタンがダッシュキャンセル、ダッシュとかキャンセルボタンになってました。でこちらがですね、タッチパッドを押すとオプションメニューが開くんですけど、これでボタン設定が変えられました。3パターンに変えられましたので、こちらで調整が可能です。でちなみにこのフィールド画面とバトル画面でそれぞれボタン設定決めることが、可能でした。これ結構便利だなって思いました。で他にもオプションメニューなんかすごいいろいろありまして、1個下のディスプレイ設定ではスクリーンレイアウトとフィルターモードっていうのがありまして、スクリーンレイアウトはゲーム画面の大きさを変えられるモードみたいです。でデフォルトはラージでしたね。一番でかいのでマックスっていうのがありました。
フィルターっていうのはいわゆる Wii U バーチャルコンソール版で実装された滑らかモードのようなものでして、最初情報見たら来そうだろうなと思ったんですけど、グラフィックのドットを滑らかにするモードなんですけれども、私こちら Wii U VC 版と全く同じものだと思ってたんですけど、Wii U VC 版との比較を今回ちょっと画像で用意しましたのでご覧ください。ドドン。どうですか？なんか結構違いません？比較したら。なんか結構床とか机のドット見てもらうと分かると思うんですけど、さらに綺麗になってますよね。これすごい。単純にオリジナルの映像をそのままフィルターかけてめっちゃ綺麗にしたにしてはなんかってね、ちょっと個人的には思いましたね。もちろん文字のフォントとかもね完全に綺麗になってますし、このテキストのフォント綺麗になってるんで、グラフィックの向上にめっちゃ気合入ってるなって個人的には思いましたね。で、次のオプションメニューが壁紙なんですけど、これ最初からかなりの壁紙を少なくとも CU 版では選ぶことができました。今回のこの CU は1から3までが収録されている、多分ボリューム1ですかねのバージョンだったんで、壁紙もエグゼ1からエグゼ3まで、エグゼ3ブラックまでありました。で、メイルとロールちゃんの壁紙にするとなんかめっちゃ可愛い感じになりますさすがにちょっと恥ずかしいんで変えてみました。さらにですね、次のオプションメニュー、個人的にものすごい助かるのがこのサウンド設定ですね。BGM と効果音のボリュームをそれぞれ決めることができますので、 BGM を堪能したい場合にめちゃくちゃ助かります。とりあえず今回の CU 版では BGM 音量を一つだけ上げておきました。はい、ということでどんどん進めてバトルチュートリアルとかやっていってるんですけど、気になってる人もいるであろうアドコレの操作遅延についてなんですけど、個人的にはもう普通にプレイしていて全く気にならなかったですね。1から3まで今回やってるんですけど、全然気にならなかったです。その使用するそれぞれの環境、モニターとかにもよると思うんですけど、その一般的な、いわゆるゲーミングモニターだとか、そのゲームモード、低遅延モードが今のテレビって大体ついてるんで、そういうテレビであれば、HDMI につなげて問題なくプレイできるんじゃないのかなって思います。その Wii U のバーチャルコンソールで問題なく遊べていた人であれば、もう全然これのアドコレ版は大丈夫なんじゃないのかなと思います。で、ここで少しちょっと気になっていたのが、個人的に気になっていたのがセーブの速さなんですよ。結果はゲームボーイアドバンス、原作版 Wii U VC 版と同じく爆速。めっちゃ爆速でした。6枚エグゼはシリーズ全体を通してセーブする回数がめちゃくちゃ多くなりがちなゲームですので、ここはもうちょっと安心しましたね。よかったです。あと気になったのは、ネットワークの通信の項目が選べなくなってるということについてですね。 Wii U VC 版だと、少なくとも Wii U VC 版だったら最初から選べていたんで、あえてアドコレ版では選べなくしている感じですね。これは通信要素、対戦とか通信要素については全エグゼファンが今気になっているところで、私も気になっているところなので、続報が待たれるところですね。動画の途中ですが、ナレーションを別撮りしてお送りいたします。2022年9月15日23時から開催されましたカプコンオンラインプログラムにて、エグゼアドバンスドコレクションのオンライン通信機能対応が発表されました。イエイ！さすが名人！ありがとう名人！いや名人さん！ありがとういやほんと嬉しいこれ。となりますと、そうですね、先ほどのゲーム内画面も合わせて具体的にどうやって通信をじゃあ行うのかっていうのがすごい気になりますね。こちらも引き続き続報を待ちましょう。ということで特報でした。さてざっとエグゼ1を進めていっておりますけど、ここでエグゼプレイヤーなら誰もがやったムーブ、操作、こまめにセーブリセットをしてなるべくエンカウントを回避して進んでいくあれをやろうと思いまして、今までと同じなら AB スタートセレクトを押せばバーンってリセットできたんですけど、今回はと思ってちょっといろいろ今試しているとですね、スタッフの人に話しかけられて、
どうやらアドコレ版だとオプションメニューからリセットをするみたいです。ただこちらアドコレ版のセレクトボタンが ZR、ZL に割り振られているっていうことにちょっとまだ気づいていないので、ちょっとこの私有時は結局試せませんでした。すいません。もしかしたらアドコレ版でも A と B とスタートと ZR は ZL っていう、ちょっとトリッキーな押し方になるんですけど、その4つを押せばもしかしたら従来通り直接オプションメニューを返すことなくリセットできるかもしんないです。ということでとにもかくにもどちらにしろリセットはねできるということになりましたら、やることは一つでですね。はい、ということでアドコレ版でもしっかりセーブリセットでミステリーデータの中身は厳選できるようです。イエイ、よっしゃこれでお金稼ぎも安心でしょ。ということで、安心したところでそろそろエグゼ2に行きます。はい、ということでエグゼ2です。遊べるタイトルは全部触りたかったのでエグゼ2も少しだけ遊ぼうかなと思いました。まずは壁紙を選びました。このスタイルチェンジの壁紙めちゃくちゃかっこよくないですか。これ超いいですよねこれ。そして1とエグゼ1と同じくバトルチュートリアルを終えまして、電産エリアを進むわけなんですけれども、ここでまたエグゼ2プレイヤー全員おなじみのムーブを、私この私有でもかまします。どうでしょう。こう見るとオプションメニュー経由リセットでも、確かに AB スタートセレクトの従来のリセットよりかは遅いは遅いんですけど、時間かかってるんですけど、個人的にはこれぐらいだったら全然許容できる速さかなってやってて思いましたね。これぐらいなら全然裏インターネット1踏み込み算コード9粘れますね。で乱数調整もして1500ゼニーゲットです。ということで満足したのでお次はエグゼ3です。はい、ということでエグゼ3です。まずはおなじみ壁紙を選びます。今回エグゼ3のブラック版を選んだので、ホワイト版もブラック版も両方2つ収録されているんですけれども、今回ブラック版をせっかくなんで選んでみたので、壁紙もブラック版の壁紙にしてみました。これヒートシャドウめっちゃかっこよくないですか。これ超いいですよねこれ。でここでですねL2R2 ボタンがセレクトなんだということに、気づきまして、エグゼ3ではレギュラーチップを指定するときやナビカスの圧縮コマンドの入力するときですかねに主にセレクトボタン使用するんですけど、ちょっとねL2R2 セレクトっていうのは最初ちょっと慣れないかもしれないですね。一応オプションのボタン設定でも L2R2 はセレクトっていうのは変えられなかったんで、多分これで慣れていくのかなっていう感じです。そしてバトルチュートリアルを、進めていきます。このバトル画面もオリジナル版に比べてエグゼ1から3かなり綺麗になっているなっていう印象を受けましたね。フィールドじゃなくてバトル画面でも。こちら WiiUVC 版のバトル画面との比較なんですけど、エグゼ1ですね。文字のフォントが綺麗になるだけでガラッと印象変わりますね。でしっかりバトル画面も、ちょっと分かりづらいですけど、滑らか WiiU 版滑らかモードより滑らかになってるなっていう感じしますし、でエグゼ3からチップ名のフォントが太字になってシャドウ影がつくっていうのもしっかりとこのアドコレ版でも再現されて、かつアドコレ版でも少し綺麗になっているっていうのような、そんな印象を受けました。はい、ということでエグゼ1から3一通り触って残された時間、おまけということで私がやるべきことは一つです。それはエグゼアドコレ版でもエグゼ1のチップトレーダーはセーブリセットが有効なのかです。これエグゼ1でこれをやるのはもはや義務みたいなところがあるんで、是が非でも確かめたい。そんなみんなの思いを背負って私は残り時間すべてを使い日暮れや回転 RTA を開示しました。さあ怒涛のスピードでエグゼ1を進めていくツワース選手、日野健と軽く挨拶し第1話のボスを倒し、学校に臨時教師が来てマリコ先生はあえて助けずにそのまま第2話のボスもなんとか撃破。確かこれでベッドで寝て翌日になったら日暮れや回転だったよなとか思いながらプレイしていたら、
メトロライン開通しなきゃいけなかったんだっていうことを忘れておりまして痛恨のミス。私有時間残り5分。いやもうどう考えても間に合わず。ということで、オリジナル版と VC 版の比較を中心に私有レビューしてみました。いかがでしたでしょうか。結構豊富なオプション機能にさらに綺麗になったグラフィックなど、これエグゼ好きはもちろんですけど、まだエグゼ未プレイの人で、久しぶりに、昔遊んだんですけど久しぶりにまた遊んでみたいなっていう方は絶対買うべきだと思いますね。そう思いました僕は。で今回試せなかったソフトリセット機能があるかないかっていうところとか、ゲーム内でですね、オプションメニューじゃなくてゲーム内のソフトリセット機能があるかどうかとか、あとみんなが待っている通信対戦機能があるのかどうかっていうところが、続報が待ち遠しいですね。そこは僕らの名人を信じて期待して待ちたいなと思います。ではここら辺で終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。